確定申告電話相談センターでの1日、どんな質問がある？こんにちは、税理士の秋です。この季節になると税務署や公民館などで行われる確定申告相談、大体税理士が持ち回りで担当しています。対面の相談はコロナからぐっと減って、最近は電話相談が主流になっています。そこで集中的に電話相談を受けます。私も今年は多めに割り当てられて毎日通勤しています。1日に大体20から30くらいの相談を受けます。シンプルなものから初めて聞くようなものまであります。わかりませんとは言えないので、守秘義務を守りつつ、こんな質問が来てこんな回答をしてますよというのを1日分まとめてみました。1、医療費控除所得控除関連。医療費控除と税金還付について。9、医療費が10万円超えたら超えた分が全部戻るの？いいえ、戻るのは超えた分かけるあなたの所得税率です。追加9、住民税は戻らないの？追加住民税は現金で戻るのではなく、翌年6月からの税金が安くなる形で反映されます。医療費控除の支払い証明書について。9、領収書をなくした再発行が必要。県保の医療費通知はがきがあれば不要です。追加9、はがきにも載っていない直進料分はどうする？追加それは領収書が必須です。病院で領収証明書を有料で発行してもらうか、家計簿等から明細を作りますが、税務署から提示を求められるリスクはあります。針治療費の医療費控除について。9、針針やマッサージは全部 OK。国家資格者による治療なら OK。追加9、美容針や疲れを取るためのマッサージは。追加それらは容姿を整えるリフレッシュ目的のため控除対象外です。医療費控除と出産助成金。9、出産育児一時金をもらった場合差し引くの？支払った額から一時金を引いた持ち出し分が対象です。追加9、助成金の方が多くて余った場合他の家族の医療費から引くの？追加その出産に関する費用から引くだけで OK です。他の家族の歯医者代などから引く必要はありません。通院交通費の医療費控除。9、車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外です。公共交通機関電車バスのみです。追加9、タクシーはどうしても必要な時だけ使ったんだけど。追加夜間救急や怪我で歩けないなどの正当な理由があれば認められます。視覚障害者の還付申告サポート。9、目が不自由で書類が作れない。税務署で職員が聞き取りながら代筆するサポートがあります。追加9、家族が代筆してもいい。追加もちろん可能です。またマイナポータル連携を使えばデータの自動入力も可能です。障害者1級の控除額について。9、1級だといくら控除される？所得税40万円、住民税30万円です。追加9、同居している親が1級なんだけど私の税金が安くなる。追加扶養していれば同居特別障害者として所得税75万円、住民税53万円の控除が受けられます。各控除の公正の請求手続き。9、離婚して子供を育てているがずっと申告していなかった。公正の請求で過去5年分まで遡って還付を受けられます。追加9、再婚した場合はどうなる？追加12月31日時点で結婚事実婚含むしているとその年は対象外になります。基礎控除48万円はいつから？9、ずっと38万円だと思ってたけど令和2年分から48万円に増えました。追加9、じゃあ減税になったの？追加代わりに給与所得控除が10万円減ったので会社員の方はプラスマイナスゼロです。2、不動産住宅ローン関連マンション売却3000万円控除必要書類。9、利益が出たので特例を使いたい。書類は何？売買契約書、譲渡所得の内訳書、戸籍の不評などです。追加9、今はもう住んでいないマンションだけど使える。追加住まなくなってから3年後の12月31日までに売れば使えます。相続不動産売却の取得費と譲渡費用。9、親がいくらで買ったか不明。売った価格の 5% を取得費概算として計算します。追加9、5% だと税金が高すぎる。他に方法はない。追加当時の住宅ローンの契約書や購入時のパンフレット、通帳の記録などから実額を立証できれば認められる可能性があります。持ち家売却と確定申告、家売却損失と確定申告。9、損をして売った場合も申告するの？義務はないですが申告すると他の給与所得と相殺して税金が戻る特例があります。追加9、住宅ローンが残っていないとダメ。追加買い替えの場合と単なる売却の場合で要件が異なりますがローン残高が関係する特例もあります。定年退職者の住宅ローン控除。9、定年で収入が減るけど控除は満額受けられる。税金そのものが少なくなると引き切れずに戻ってくる額も減ります。追加9、住民税からも引いてくれるんだよね。追加所得税から引き切れない分は住民税から引かれますが上限額通常 9.75 万円があります。住宅ローン控除証明書の再発行。9、税務署からまとめて届いたハガキをなくした。再発行申請が必要です。追加9、今年の年末調整に間に合わない。追加間に合わない場合は一度年末調整を終えてから自分で確定申告をすれば控除を受けられます。3、事業副業節税関連先住者給与の妥当性と税務リスク。9、妻を先住者にして月給30万円払いたい。
その仕事につき30万の価値相場があるかが重要です。追加9、もし高すぎると言われたらどうなる。追加1、超過分が経費として認められず追徴課税の対象になります。副業パソコン代と税金について9、15万円の PC を買った、全部経費。青色申告なら一括 OK。追加9、プライベートでも使ってるんだけど。追加1、使用割合、例えば仕事後終わりなら半分だけを経費にするか事案分が必要です。減価償却費と修繕費の判断。9、屋根の修理をした、どっち。壊れたところを直すなら修繕費、より高級な瓦に変えるなら減価償却です。追加9、金額で決まるの。追加20万円未満、または3年周期の修理なら金額で修繕費にできるルールもあります。確定申告の用費フリマ利益とボーナス。9、メルカリで不用品を売った、申告必要。不要です。ただし仕入れて売る素取りはビジネスなので申告対象です。追加9、副業利益が18万なら20万以下だから申告しなくていい。追加所得税は不要ですが住民税は1円から申告が必要です。青色申告の必要書類と手続き。9、65万円控除を受けたり。複式簿記での記帳とタックスでの提出が必須です。追加9、期限に遅れたら追加控除額が10万円に減ってしまいます。消費税2割特例から3割特例。9、インボイスで税金が増えるのが怖い。最初の3年は売上税額の2割で済む特例があります。追加9、その後は追加簡易課税を選べばサービス業なら実質3割負担で済みます。怪しい節税スキーム5%リスク。9、副業を赤字にして給与と相殺すれば無税ってネットで見た。実態がない副業赤字は否認されます。重加算税のリスクが高いです。追加9、節税コンサルにお金を払ったんだけど。追加コンサル料自体も脱税の手助けであれば経費として認められない可能性があります。4、住民税行政その他。住民税って所得が低くても源泉徴収される。定額とか。9、無職なのに住民税の通知が来た。住民税は去年の所得に対してかかるからです。追加9、定額減税4万円は反映されてる。追加所得がある人は反映されますが非課税世帯の場合は給付金という形での支援になります。失業保険受給者の確定申告。9、失業手当に税金はかかる。非課税です。追加9、じゃあ確定申告は一切不要。追加退職するまで会社で払っていた税金が払いすぎになっているはずなので申告すれば戻ってきます。確定申告の用費と税金相談。9、そもそも自分が申告が必要かどうかもわからない。公的年金が400万円以下で他の所得が20万円以下なら不要といった400万ルールなどがあります。追加9、相談料はかかる。追加税務署の相談窓口や地域の確定申告会場は無料です。相続不動産売却の取得費と譲渡費用。9、売るための測量費や解体費は経費になる。譲渡費用として利益から差し引けます。追加9、売るためにリフォームした代金は追加それも譲渡費用に含まれます。タックス住所変更とマイナンバー連携。9、引っ越したのでタックスの住所を変えたい。マイナポータルから最新の住所を取り込めます。追加9、エラーが出て進まない。追加マイナンバーカードの署名用電子証明書が住所変更で失効している可能性があります。役所で再設定が必要です。住所入力制限の対処法。9、住所が長すぎて入力枠に入らない。番地以降マンション名などを2行目に分けたり略称帳名を似するなどを使います。軽量鉄骨の厚みと耐用年数。9、うちの建物は何年で計算すればいい。鉄骨の厚みが 4mm を超えていれば34年、3mm 以下なら19年です。追加9、厚みがわからないときは追加建築時の図面確認申請書類などの構造図を確認します。いかがでしたか。多少はお役に立てるといいのですが、この情報が役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。